都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクト東京2021と作る責任使う責任 ANA グリーンジェット。10月14日はくまのプーさん原作デビューの日。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は未来への近道はこちらです。中学入試にも定番の SDGs ボリューム3です。今回も実際の中学入試から昨年の東京オリパラと SDGs について2問用意しました。1問目は早稲田実業。東京2021では使用済みの携帯電話など小型の家電から金属を集め5000個余りのメダルの材料を確保。この都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトが SDGs のどのゴールに貢献したかという問題。次の5つのうちどれでしょう。1、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。2、産業と技術革新の基盤を作ろう。3、住み続けられるまちづくりを。4、作る責任使う責任。5、気候変動に具体的な対策を。正解は4番の作る責任使う責任。携帯が古くなったから不要になったからとすぐゴミにしてしまうのではなく、その中に眠っている資源の再利用は自然環境の破壊を減らすことにつながりますね。いかがですか？選択問題だと少し簡単でしたか？簡単だったそんなあなたに今度は技術問題。明治大学附属明治では同じく東京2021と作る責任使う責任を結びつけて、この目標の達成から大きく遠ざかる問題が発生したが、それは何かと出題。ヒントとしてボランティアの人数が減ったことによる影響とも言われるとあったそうですが、答えはボランティア向けの弁当の大量廃棄だそうです。時事問題と SDGs を組み合わせた問題を小学生のうちから解いているんですね。なぜこのような入試問題が出るのでしょうか。調べたところ、2020年から小学校、2021年から中学校、2022年から高等学校で適用されている新学習指導要領に SDGs が組み込まれていました。そこには持続可能な社会の作り手の育成が謳われていて、まず環境問題や社会課題を自分ごととして捉えること、そして正解が一つではない複雑な課題を他者と共同しながらいかに解決するかを考えること、この2つが重視されているそうなんです。ところで日経キーワード2022から2023という本に新卒入社者の離職率ミレニアル年次調査2018年版が載っていました。それによると、現在の組織を2年以内に辞めるといった割合がミレニアル世代25歳から41歳は 43%、Z 世代24歳までは 61%。理由はこれらの世代が求める企業理念と現在の企業の目的が合わなくなってきているからだそうです。義務教育で SDGs を学んでいることに加えて、身近な SNS から企業の不正も姿勢もいち早く知れますからね。今は企業も環境と社会課題に取り組まないと若い世代に選ばれなくなり、人材獲得競争でも劣勢に。言い換えると、将来世代の価値観を理解し取り組んでいくことが企業自体の持続的成長につながるということです。
表面上やっておこうという迎合ではなく、これを契機に人事制度、事業の在り方、企業文化に至るまで見直しを図る時期に来ているようです。直近の一番わかりやすい例はANAですね。日本のエアラインANAはブルーの機体がおなじみですが、今月10月からなんと ANA グリーンジェットという緑のANA機を飛ばせています。概要は終了画面の関連動画でご覧ください。ANA グリーンジェット、大手企業や老舗などのブランド力に価値を置かない若い世代にもキラリと光るメッセージではないでしょうか。ちなみに離職率が高いというと、若者はすぐ辞めるという声も聞こえてきそうですが、私は次の言葉を思い出します。人生は勉強のために生きている。自分を保てなければ転職していい。もう一つ、人の評価で右往左往しない。耳を傾け、反省すべき点を見つける。自分が自分を評価する。ぶれない心を持てる。サステナブルでなければビジネスが厳しくなってるんですね。付録レビューは先週に引き続き、くまのプーさんもこもこあったかルームシューズミニ2022年2月号の付録で、表紙は上白石萌音さん。ボア素材のルームシューズ、内側はプーさんのお洋服カラーでファン心をくすぐるデザイン。プーさんのスマイル刺繍、笑顔に癒され、なんだか心までポカポカに。もこもこプーさんは玄関に置くだけでもテンションアップ。お家でディズニー気分が味わえます。履いてみると結構暖かくてほっこり、かかとがないので脱ぎ履きしやすくストレスフリーです。10月14日は1926年にくまのプーさんが出版されたくまのプーさん原作デビューの日。ディズニーでは誕生日としても扱っているようですが、そんなプーさんの見た目も履いても暖かなルームシューズでした。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではではまたね。ではではまたね。